大阪・関西万博、大阪ヘルスケアパビリオン。まずはダイジェスト映像をご覧ください。動画を見る前にチャンネル登録、いいねボタンをぜひお願いします。大阪ヘルスケアパビリオンは、その名の通り、健康に関する展示、体験と、実際に自分の体を様々な方法で測定して、そのデータを使っていろんな体験ができます。また予約不要の未来のフードエリアがあります。このパビリオン、屋根からたくさんの水が流れてきてとても美しいです。予約者は右に進みます。左は予約をしていない人のルートです。建物に入るとリボーンゲートと書かれたゲートを通ります。体験にはアプリがいるので、この QR からダウンロードください。アプリをかざすとリボーンバンドと呼ばれる情報を保存するバンドが発見されます。アプリに登録した名前が印字されます。一人ずつ仕切られた体測定ボットに入りましょう。7つのヘルスケアランクの測定が始まります。まずは神ランク測定。少し下がって一番の位置に立つと測定されます。目の測定はメガネを外して行います。ノーランクの測定は目の動きで行われます。記憶クイズと計算問題があります。歯のランク測定は歯をイーッとするのですが、歯を合わせるのではなく、もっと開けた状態でないと測定が失敗してしまうようです。私は失敗してしまいました。少しすると記憶クイズが行われます。先ほど表示された絵を覚えているか確認があります。筋骨格、心血管ランク測定もあります。全部の測定が終わると結果が表示されます。この画面は自分しか見えないので、安心して年齢などが表示されても見ることができます。髪ランク、肌のランク、それぞれのランクの出る根拠が細かく表示されています。目がアップになると、実際見るよりもかなりシミが多く映っていました。ノーランクはなんと E ランク。回答するのがちょっと遅かったのかもしれません。歯のランクは先ほどお伝えしたように、口が開いていなかったので失敗すると C ランクになるようです。筋骨格ランクは D ランクでした。心臓血管のランクは結構若かったようです。これらの項目を総合的に評価して、私の体年齢が表示されました。38歳。実年齢より10歳以上若く表示されたので、ちょっと一安心です。測定が終わると、いよいよリボーン体験です。ルートの説明が書かれています。体験は様々な種類があり、結構な時間がかかります。最後はリボーンパレードがあります。未来のライドと書かれたエレベーター、中には大型モニターがあります。大阪の中之島公園という地名が表示されています。2050年の未来では、このように空飛ぶ車がたくさん飛んでいるかもしれません。未来の大阪の風景を見ることもできました。エレベーターを降りると、25年後の自分の姿が表示されるモニターがあります。徐々に自分の姿が25年後の姿に変わっていきます。先ほどの測定結果が反映されると、2050年の私の映像が登場しました。天井から日の光が入ってくるので、晴れている日はとても明るいです。中から外を見ると、水が流れていてとても綺麗でした。二人で座ると互い違いになる面白い椅子がありました。思わぬところにサインが書かれているので、探してみてください。全部で10個あるそうです。次に、パーソナルフードスタンドに行きました。先ほどの測定結果と、いくつかの質問に答えると、あなたのなりたい未来に合わせてフードが出てきます。お持ち帰りできるパーソナルフードがもらえるので、ちょっと嬉しいです。おすすめレシピも教えてもらえます。
椿本チェーンの体拡張スーツ。AR ゴーグルと拡張スーツを身につけます。空を自由に飛んでアイテムを集めるゲームが楽しめます。体を動かしたり、コントローラーの操作をするのですが、最初の体験動画ぐらいで、チュートリアルは特にないので、最初の動画をしっかり覚えておきましょう。曲がり方は体の軸を左右に傾けると曲がります。曲がり方をきっちり覚えていなかったので、ちょっと後で苦労してしまいました。ゲームの後半には物を持ち上げるシーンがあります。このボタン操作も覚えておきましょう。パワードスーツが登場した世界、性別や年齢に関わらず、誰もが平等に元気な暮らしができる世界。2050年には、なんと空を飛ぶことができるように人類が進化しました。そんな世界を体験できるアトラクションになります。体験は椅子に座って行います。パワードスーツを身につけ、シートベルトをします。VR ゴーグルが触れる面が直接肌に当たらないようにシートをつけます。メガネをゴーグルに入れてそのままかぶります。このゴーグルは実際の世界と映像の両方が見える AR ゴーグルになっています。両手にコントローラーを持ちます。平泳ぎで前に進み、上昇するには手を上下にバタバタする。そうすると、実際に空を飛んでいるように映像が動きます。この画面の映像は実際に私が見ている映像です。とても広大な世界になっていて、体験時間には制限時間があるので、たくさん空を飛びたい人は、どんどん平泳ぎをして、たくさん進んでいきましょう。アイテムに触れると、ポイントが加算されます。この島では分岐がいくつもあるので、どこに飛んでいくのか考えた方がいいです。前に進んでエリアの奥へ行くのか、上に上昇して高い上空へ目指すのか。何回体験してもいろいろなところに行く冒険が楽しめそうです。私は上空に高速で移動するところに入りました。空の旅を楽しんでいると、突然嵐がやってきます。急いで安全な場所に逃げていきました。雷の攻撃から身を守る安全な建物に無事逃げ込むことができました。石を引き寄せて脱出ルートを塞いでいる氷の壁を破壊します。たくさん寄せつけて投げます。この感覚がちょっと面白かったです。最後に結果発表。スピード、テクニカルの値は悪かったです。安定性が非常に良かったので、判定結果は優雅な飛び方をするあなたにぴったりっていうエレガニアというスーツを提案されました。左右のコントロールがあまり上手じゃなかったので、のんびり飛んでいるように思われたのかもしれません。映像だけだと分かりにくいと思いますが、実際やってみるととても楽しかったので、体験することをお勧めします。江崎グリコの細胞ケア研究所。人の体は数十兆個の細胞でできていますが、この細胞を直接ケアすることで、体全体の老化予防を目指した研究をしています。その内容がわかるパビリオンになっています。細胞は加齢や紫外線、生活習慣などで老化していきます。老化した細胞は本来の働きを失って、周りの健康な細胞にも悪影響を与えてしまいます。グリコは老化細胞を取り除くことで、周囲の細胞の働きを守る研究をやっているそうです。細胞ケアの研究とはどのようなものなのか展示されているので、実際に行ってご確認ください。
未来のヘルスケア2のエリアに向かいます。ロートのアイケアステーションでは、いくつかの質問に答えると、目の年齢、目の疲れ度、その原因などを教えてくれます。パソコン作業の長い私は目が結構疲れている二酸化炭素を資源にする、そういった技術の紹介しているコーナーもありました。MOF という素材を使って CO2 を果実のようにしたい、そういったものになります。人間がいる場所に CO2 の回収装置を置きます。回収した CO2 を持って行って CO2 だけを取り出します。植物は日光と CO2 を自分の養分にして育つので CO2 が果実になる、そういったことですね。森永乳業のビフィズス菌で超人間コーナー、腸などをテーマにしたゲームがたくさん楽しめるコーナーになっています。VR ゴーグルをつけて悪玉菌をビフィズス菌などで退治する、このコーナーメインのゲームを体験しました。VR ゴーグルとお腹にバンドを巻いて体験します。手を伸ばすと悪玉菌を倒す光線が出ます。悪玉菌の攻撃を受けるときはお腹のベルトが振動して腸を刺激してきます。体験時間約8分。なかなか面白いゲームでした。必殺技を出すときはビフィズスキーンと叫ばないといけなくて何回も叫びました。私は9回ぐらい叫んだのですが、隣にいるライターは20何回も叫んで必殺技をたくさん出したそうです。ニプロは次世代を作る医療技術のショーが行われます。ショー開始時刻が決まっているので、タイミングがずれるとちょっと待つことになります。株式会社サイエンス、お肌の10歳若返りへ、宇宙で入るシャワーも見れます。タカラベルモント株式会社、量子飛躍する美の世界。未来のヘルスケアサロンです。スロープを降りて1階に向かいます。1階、未来の都市エリアではアバターがたくさん歩いています。みんな暮らしの街、未来の宅建士、ミラビーと出かけます。磁力で健やかに暮らす。エアウォーター株式会社、ネオライフスタイル LDK。ニューモビリティニューライフ、未来の大阪の街。東京書籍、時空を超える学び場。竹中工務店、空から広がる都市。SBI ホールディングス、街のネオホスピタル。家庭で作る霜降り肉、ミートメーカーで家で肉を作ります。人生ゲーム、リボーン in 2050。入り口には巨大なルーレットが置かれています。また、フォトスポットもありました。自分がコマになって歩くような気分が楽しめる、そういった大きなマスがあります。この体験をするには、大阪ヘルスケアパビリオン本館リボーン体験プラス人生ゲームリボーンの予約抽選に当たる必要があります。一人一人スマホを持って椅子に座って大画面を見ながら全員一緒にゲームをするようです。年代ごとの3つのステージをルーレットを回しながら進んでいきます。運要素と自分の選択による変化が楽しめるようです。ゲームは一緒に体験する人全員との対戦になります。コインやハートが増えたり減ったりするようです。選択は15秒以内にする必要がありますが、何度でも選び直せるようです。そして人生ゲームといえば、ゴール直前の最終決算。ゴールすると全員の点数がランキングで表示されます。私はこの体験抽選で当たりましたので、また体験しましたら動画で紹介したいと思います。大阪ヘルスケアパビリオンの目玉ともいえる未来人間洗濯機。大阪府の吉村知事が第1号として体験する様子を撮影しました。人間洗濯機は
1970年の大阪万博でも展示されたようですが、この時は首から上は洗うことができなかったようです。今回は顔、髪も含めて全身が洗濯できます。この装置に入ると、マイクロバブルという直径 0.1 ミリ未満の泡が出てきて、そしてシャワーはウルトラファインバブルという 0.001 ミリ未満の泡が出てきます。背中が触れる部分には脈拍と体の微弱電流を測るセンサーがあり、AI が自律神経の状態を把握、水流を調整、最適な音楽や画像を流して心まで洗ってくれるようです。体験するにはヘルスケアパビリオンの入場予約とは別に人間洗濯機の専用の予約が必要です。また水着持参の必要があります。一般の人は体験をしなくても見るだけでも楽しめるので、ぜひ見てみてはいかがでしょうか。介護現場などでの利用が期待される洗濯機だと思います。アトリウムには iPS 細胞の展示があります。心臓に貼って心臓の動きを助ける心筋シート、その実物です。培養液に入ったこのシート、よく見るとピクッピクッと動いています。こちらの培養液の心筋シートは速い頻度で動いています。生で見るとちょっと驚くので、ぜひ実際に見てみてください。モンスターハンターブリッジ。このパビリオンは大阪ヘルスケアパビリオンの隣にある XD ホールで体験できます。地面には誰かの足跡が、追いかけていくと巨大な足跡にたどり着きます。ゴーグルは実際の世界が見えながら目の前に映像が映し出される、そういうタイプのゴーグルをかけます。かけるとこんな感じになります。360度すべてが映像が映し出されて、さらには天井にまで映像が映し出されている。そしてとても高画質な映像が映し出されている空間になっています。最初の緑のシーンでは虫が飛んでくるのでアイテムを採取したり、草原を歩いているモンスターを見ることができます。しばらくするとモンスターが現れるシーンに変わりました。私たちが体験したのは報道関係者向け撮影用のデモ画面となっているので、実際の体験とは内容が異なるようです。実際には約11分のコンテンツが楽しめるようです。カメラでは映し出されていませんが、私の目の前に何かが飛んできて一生懸命アイテムを取ろうとしていました。虫の音が耳音で聞こえるので、ちょっと虫が苦手な人には怖いコンテンツかもしれません。火山のシーンに変わると建物の床が大きく振動します。モンスターが現れる、そんな迫力を体でも感じることができました。こちらもカメラの映像では影しか映っていませんが、実際に見るとモンスターが大きく飛んできています。草原のシーンではこのように AR 映像以外に壁面に映し出されたモンスターたちの映像も見ることができます。大阪ヘルスケアパビリオンには予約不要で行けるテイクアウトフードがたくさん売っているコーナーもあります。こちらは別の動画で紹介いたします。